全国1億3000万人のスカイラインファンの皆さん、こんにちは。 R32 オーナーの阿部ちゃんです。今日ですね、今日の動画で皆さんにご紹介したいのは、もう R32GTR もう発売から30年以上経っております。一番最初に発売された車は平成元年、ちょうど僕が生まれたぐらいの年になるんですけれども、まだまだね R32 ファンも多くて、最近なんかねニスモさんでなんかフルレストアやるよみたいなアナウンスもされるぐらいね、歴史的な名車になりつつあるこちらのお車なんですけれども、結構ねトラスト企画の動画見てると、もう走行距離超少なくて超綺麗な車結構ね紹介するじゃないですか。何千キロとか言って結構そういう車も綺麗は綺麗でいいんですけど、やっぱり僕からしたらこう愛着持って毎日乗られてしっかりメンテナンスしてるっていう車の状況が一番望ましいのじゃないかなって思ってます。でね、今日はそんなね走行距離は行っちゃうけど、やっぱり自分の車は毎日動かしてメンテナンスちゃんとしたいって思ってる、スカイラインオーナーの皆さんに予防整備のすすめをちょっとさせていただきたいと思います。予防整備って何かっていうと、毎日動かしてると消耗する部品ってあります。消耗品ってね、例えばブレーキパッドとかタイヤっていうのはもちろん当たり前なんですけれど、車に乗るっていう時に必ずすることがあると思うんですよ。それは何かっていうと、エンジンをかけることだと僕は思うんですね。で、今日この動画でご紹介したいのは、エンジンかける時に必ず使うセルモーターについてです。セルモーターも実は消耗品なんですね。皆さん、セルモーターってエンジンかける時しか原則使わないと思うんですけど、中のねセルモーターって一応モーターですから、中にブラシっていう電流が流れる部分があったり、あとはね中にちゃんとグリスが入ってて滑らかに動くようにっていう形で作られてる部品なんですね。今日はそういったところでね、必ずエンジンかける時には使うセルモーターをちょっとこの DIY のコーナーで僕がリビルドしてみようと思います。本当リビルド会社みたいな大層なことじゃないんですけど、分解して中掃除してつけてみるみたいなねことをできたらいいなと思ってます。でね、実はセルモーターって1種類だけじゃないんですよ。どういうものがあるかっていうと、大体ね3種類に分けられるらしいんですけれども、323334ってね年代が進むごとに効率よくエンジンをかけられるような機構になっているという話を聞きます。具体的にどういうことかっていうと、モーター自体の大きさ、出力、あとはセルモーターのフライホイールに噛むピニオンギアの部分がフライホイールに噛んで、そこで回るからエンジンがクランキングするっていう形になるんですけど、そのねピニオンギアの刃の枚数も違うらしいんですね。ちなみにどういうものがあるかっていうと、代表的なのが3種類。32のセルモーターがピニオンギアの刃が8枚で、33の中期から9枚になって、34系は11枚っていうピニオンギアらしいんですね。で、出力の方は32のセルモーターの方が 1.4kW で、34の方が 1.2kW みたいな感じで、出力は34の方が低いんですけど、そのピニオンギアの枚数が多いんで、少ない力でより効率よく回すっていう方向のセルモーターに変わっているらしいです。でね、ちょっとせっかくね32と342台並べましたんで、セルモーターの音なんか聞き比べることってそうそうないと思うんで、ちょっと聞いてみたいなと思います。ではですね、まず32の方のセルモーターの音聞いてみたいと思います。で、これ僕の車なんですけど、もう18万キロ乗ってて、結構エンジンかける回数も頻繁なので、セルどうですかね。周りちょっと聞いてみてください。さあどうでしょうか。最近紹介している極上車って呼ばれるね走行距離少ない車よりはちょっと始動の音の方がねなんて言うんだろう、ちょっとセル回った後に引きずるみたいな感じの音が混じったかと思うんですけど、
やっぱりセルモーターの動作が悪いとそういう音も出てくるよといった感じでございます。さあ続いて34です。これは RB25DET のエンジンなんですけれども、セルモーターの方は、34GTR と同じものが、ついているということなんで、さっき説明したねピニオンギアの枚数の違いでエンジンのかかり方がどう違うのか、ちょっと皆さんご覧ください。どうですか？やっぱり34のセルモーターの方が明らかにエンジンかかるまでこうクランキング、こうセルが回る音が少ないですよね。だいたい僕らが何キュキュとか言ってるんですけど、本当 1.1回ぐらいいかないぐらいの、こうね回った音でもうエンジン始動できるっていう感じになってます。さあということでですね、やっぱこう聞き比べてみると明らかに違いますよね。セルモーターの回る音からエンジンがかかるまでの時間、全然こう34の方が早かったっていう事実があると思うんですけれども、これはね単純に、エンジンの圧縮のね問題とかもあるとは思うんですけれども、セルモーター自体の性能がこの2つでは異なっている、セルモーター自体が違うので異なるっていうところがあると思います。なのでこれからですねちょっと34のセルモーター、32のセルモーター見比べてみまして、で34のセルモーター僕事前にもう手に入れてありますので、ちょっと分解してみてどういった構造になっているのか、で分解した後しっかり組み立てて回るのか、ちょっとこれからやってみたいと思います。ではご覧ください。はい、ということでですね、早速セルモーターの方を見ていきましょう。GTR にはだいたいね3種類のセルモーター使われているようでして、323334ねそれぞれ違うんですけれども、そのね323334の中でも前期後期中期みたいなのでついてるセルモーターの種類とか、あとはセルモーターの生産メーカー、大体三菱か日立っていうところなんですけど、それもね違うらしいんですね。で今回ねそれ全部集めることはできないんですけれども、代表されるね、セルモーター2つ今日用意しました。こちらがちょっとまだリビルトしてないんで汚いんですけど、品番の方がですね 23300AA300 っていう、こちらが 34GTR、主に34系に使われているセルモーターですね。でこちらが先日ねエンジンブローした私の奥様の車についてた32後期のセルモーターです。もうラベルのこういうとこはね全部もう剥がれちゃってるんですけれど、新車から1回も変えてないセルモーターということなんで、32についてたやつだよといったところです。でこうやって比べてみるともう大きさからね明らかに違うと思います。これねこっちの方がでっかいですよね、32のね方、こっちが34、ボディもちょっとちっちゃいです。モーターって大きい方が出力大きいっていうイメージだと思うんですけど、ちょっとその辺をね検証していければなと思います。でまずちょっと重量測ってみますかね。まずはこっちの古くて大きい32の方から測っていきますね。結構片手で持つには重いですよ。32の方が3.25キロですね。割と重いですねセルモーターね。よいしょ。じゃあ今度34の方測ってみます。はい、2.93ぐらいですね。明らかに34の方が軽いといった感じになります。では早速ねちょっと中身の方をばらして見ていきたいと思います。はい、では早速セルモーターの方分解していきましょう。皆さんにとってはリビルト品を買うのが手っ取り早いと思うんですけど、セルモーターの構造自体は割と単純で、分解して清掃するだけでもね動きが違うよっていう話をよく聞くので、今回はDIY 素人の僕がね分解して掃除してみて、セルの音がどの辺まで変わるかねちょっと皆さんにご覧入れたいと思います。
で今回使うのはこちら、私がヤフオクの方で1万円で購入しました34のセルモーターです。で使う道具が8番10番12番のソケットですね。こちら使います。こちらですね。とあとはプラスのドライバーと、あとはラジオペンチ、こちらを使っていきます。でさっきね紹介した工具の他に中ね清掃してグリスアップをするんですけど、まず清掃するときはこちらのブレーキクリーナー、大阪魂です。大阪魂、皆さん使ってますよね、大阪魂ね。であとはですね、グリス使うんですけど、グリスはねこちらのリチウムグリス、コメリで買ったらバレちゃう。リチウムグリスを使っていきます。結構ね1回分解したら5年ぐらいもう分解しない部品になると思うんで、結構耐久性のあるグリスを使っていった方がいいよとのねご指摘をいただいたので、こちらを使っていきます。でまずね各部の紹介なんですけど、あんまなんかセルモーターちゃんと紹介してる動画ってないと思うんですけど、ちょっと紹介していきますね。こっちの大きい方、こっちの大きい方にモーターが入ってて、でここがねピニオンギア、これがフライホイールのリングギアと噛み合って、ここが回るんでエンジンがこうクランキングできるっていう構造になってます。でね、ここ間が空いてると思うんですけど、ここですね、ここ間が空いてると思うんですけど、要は普段はこういう風に引っ込んでいて、電気が通るとこのピニオンが飛び出してきて、でフライホイールと噛むっていう構造になっております。でね、その飛び出す機構を司ってるのがここのちょっとこうちっちゃいコブみたいな、おまけでついてるみたいな部分になるんですけど、これはね中に筒が入ってて、この筒が電気が通ってこう前に出るんですね。前に出た時にこう連結してるパーツがこう動くことによってこのピニオンが出たり入ったりすると、そういった部品になっております。じゃあ、まずはこっちの方からねバラしていきましょう。このちっちゃい方、まずはここのねこれがプラス端子、こっちがマイナス端子で、ここにスイッチカプラーが接続されていてスイッチになってるんですけど、こっちプラスマイナスですね。マイナスはこの本体のところに太いこうケーブルがついてるんで、まずこちらを外していきます。これが 12mm かな、 12mm ですね。これを外すとこのアースのねこういう線が取れますんで、これをまず外します。その後にこっち側、ここ2本でね本体と止まってるんで、ここを外していきます。これが 8mm かな、違うな、10mm ですね。これ 10mm です。はい、これでね外れます。よいしょ。こういう構造になってます。こういう構造、これがねこう出たり入ったりすることによってピニオンギアがね出たり入ったりするような構造になってます。でここがね要は何て言うんだろう、セル回してエンジンかけた後にちょっとまだギャーンって引きずる、セルの引きずりみたいなことがあるね不具合があったりする人いると思うんですけど、これが要はちゃんと引っ込んでないっていうか、こうできってないみたいな感じになるんで、引きずっちゃうよみたいなね原因になっております。で本体側のねこちらを見ていただくと分かりますか、このなんていうの、棒っていうんですか、これがこう前後にこうやって押されることによってこのピニオンギアがこう出たりこう引っ込んだりこうやってするわけですね。こういう風に、よいしょ。そう、これのねこう動きがスムーズじゃないとセルの引きずりみたいなのを起こす原因になります。でこっちのユニットの方は中までバラすと、中にねスプリング入っててっていう感じになるんですけど、でここね電磁石になってて、電気流れるとこうなんていうの、これが動くみたいなね構造になってるんですけど、これをねちょっとバラすには
ちょっと素人ではできないんで、これは掃除するだけにしときます。で、今度こっちの本体の方はですね、中にこうコイル入ってて、で、これモーターになってるんですけど、こっちの方にね、上の方にブラシ、こうミニ四駆ね、やった皆さん懐かしくないですか？ブラシとかね、プラズマダッシュモーターとかね、もう当時はやってたと思うんですけど、それの大きい版っていう感じですね。ざっくりね。じゃあこっちの方バラしていきます。まずは、この頂点のボルタ2本。これが8ミリかな？ 8 ミリですね。これを外していきます。あんまりね、こう、セルモーターばらしてる DIY って、そこまで動画ないと思うんですけど、皆さん、車に乗るとき必ずすることってエンジンかけることだと思うんですよ。でね、そのエンジンかけるっていう儀式に、ちょっと不具合とかね、あったりすると、ちょっとエンジン、車乗る気も失せちゃうみたいなね、そんなことがあるような気が僕はしますね。で、こういう風にね、長いネジでこう本体が止まってるっていう感じになります。これを外すと、この上の部分、これ取れてきますね。はい。こういう感じです。こっちが、このピニオンのギアの部分。こっちがモーターの部分になりますね。これ中モーターになってます。ほら、コイルがね、詰まってるんですけど、こういう感じ。で、今度は、このプラスのネジ2つを外していきます。そうすると、このね、上の蓋外れます。ほら。で、こう、分解できるという感じですね。で、これがね、コイル。こっちに磁石がついていて、電磁石で回るといった構造になってます。で、ここがね、見ていただくと、ここに電気が流れる。で、ここが、見えにくいかな。この、四角いここの部品がブラシになってて、ここがこう常に当たってるんで、ここに電気が通って本体が回っていくみたいな、そういう構造になってます。で、このね、ブラシは、こう常に接触してどんどん減っていくものになります。だから、セルモーターってエンジンかける時しか基本的には使わないと思うんですけど、その消耗の感じは何回エンジンかけたかによって違ってくると思います。このセルモーターはまだね、こうブラシ残ってるんで、このまま使いたいと思います。多分リビルト品とかをね、買っていただくと、このブラシとかも交換して出てくるんじゃないかなっていう感じになりますね。今回はブラシは交換しません。ね、これ見てください。結構ね、本体の中、こう汚れてるじゃないですか。こういう風に見えるかな。これ全部ね、ブラシのカスです。ブラシが削れたカス。ほら、ここにもすっごいいっぱい溜まってる。これブラシ削れたカスですね。で、こっちがモーター部分の分解。で、今度ギアの部分分解していきます。ギアの部分はまず、このプレートね、この穴の位置とか覚えておいてください。ここにネジが、ボルト入ってますんでね。このプレート外します。そうすると、こういう構造になってて、これなんだっけな、プラネタリーギアかな。こう少ない回転数でピニオンを速く回すっていう構造になってて、プラネタリーギア、また噛んじゃった。と言います。で、これ外していきますね。そうすると、こちらの外周のギアも外れるようになりまして、ここまで来るとね、もうこのピニオンのユニットごとこうガポッと外れてきます。こういう感じです。で、このね、樹脂のこのパーツがこう前後することによって、これが押し出されたり、下がったり、押し出されたり、下がったり、みたいな構造になってます。この間ね、紹介した、エンジン始動不能だった、180、シルエティか。ゴリゴリくんが掃除したやつは、ここの部品が折れてたんですね。だから、セルのピニオンがね、
出っ放しになっちゃって引っ込まなかったっていうものになります。これで僕がバラせるところは全てバラしたので、今度はね清掃していきます。清掃するのにはブレーキクリーナー、こちらを使っていきます。基本的にはね、このギア部のところとか、こういうねギア、古いグリスを洗い流して新しいグリスを塗布するっていった感じにしたいですね。ケース類は別途洗います。では早速拭いていきます。これ物によってはね、ブレーキクリーナーとかでベアリングとかゴムの オーリングついてるセルモーターとかは傷つけちゃうっていう場合もあると思うんで要注意ですね。この辺はご自分が持ってる車をよく見てやっていただければと思います。古いグリス、こう動作悪いですからね、この辺はしっかりと取っていきます。多分リビルトの工場もこういう感じでやってると思うんですよね。構造的にね今バラしたところそんなに難しくないので、ちょっと知識がある方だったらバラせると思います。お、綺麗になりましたよ。見てください。よし、これもしかして結構長い動画になっちゃうかもしれないな。適宜早送り等していただいてよろしくお願いします、ぶこさん。こういう作業しながらね、ちょっと皆さんに告知っていうかお知らせなんですけど、今回ねセルモーターの方をばらしてみているんですけれど、大体の皆さんねリビルトのパーツ買われると思うんですよ。オークションとか結構出てるんで、例えばなんかもうすぐ使わないといけない、例えばもうもうセル壊れちゃって毎日乗る車なのにエンジンかからないよみたいなねことってあったら困るじゃないですか。そうなった時って自分のリビルトの部品ってほら大体こう自分のやつ外して送らないといけないみたいなことってありますよね。そうなった時ってほらもうパーツ手元に外してる時間もないしみたいな感じになると思うんですよ。例えばね修理工場業者の皆さんに関してもリビルトしたいんだけど、そのお客さんの車のパーツのコアがないからちょっと受けれないよみたいなねことって多分あったりすると思うんですけど、そういう時にねトラスト企画に連絡いただければ、大体のスカイライン系のパーツ、あとは国産スポーツカー結構なね部品ストックあります。で販売しているものじゃなくても、例えばリビルトのコアベース販売には程度そんなに良くなくてオークションとかには出してないけど、リビルトのコアになりそうな部品ってね結構あったりします。だから特にね業者の皆さんとかも例えばお客さんの車のリビルト出したいんだけどコアね用意できないっていう時に連絡いただければ、そのコアをね込みでご用意できる場合もあります。その場合はだいたい業販っていう形に、なると思うんですけど、よかったら声かけてください。再三ねお伝えしているトラスト企画の公式 LINE のアカウント、こちら見ていただければ、僕も見てますし LINE 業販担当の人間必ず見てますんで、よかったらねそちら見ていただければと思います。さあそんなこと言ってる間に掃除は永遠に続きますが、大丈夫ですか皆さん、飽きてないですか。この辺は早送りかな。じゃあ掃除はもう一旦切りましょう。この後モーターの方もこっちのねモーター部の方も洗浄します。はい、ではですね各パーツ洗浄完了しました。綺麗になりました。
ピッカピカ。ほらこんな感じですね。中のコイルの汚れも磁石の汚れ取れました。いい感じ。モーターの部分もねピッカピカですよ。ほらこれはよく電気が通りそうですね。ギアの部分もこんな感じ綺麗にしました。ではですね、今度はグリスアップしながら組み込んでいきます。組み込んでる姿は早送りかな。じゃあやってみます。さあ完了しました。さあ早送りしていただけたでしょうか。まあ分解と掃除のレベルはそんなに高くないですね。自分でもまあできるかなってぐらい。ちゃんと各部グリスアップしながらやっていただければいいのかなと思いますよ。さあこれでちょっと実際に回るか見てみましょう。はい、じゃあ分解掃除完了しました。回るかどうかね確認していきたいと思います。バッテリーのマイナスを本体、この本体ですね、本体挟んで、プラスの方をこのプラスの端子に挟んでます。でこのね端子のスイッチの部分とプラスの部分をこうちょっとヤスリで連結するとスイッチが入った状態になるので、これでモーター回るかどうかちょっと見てみたいと思います。ほら分かりました？このピニオンギアが飛び出したの分かりましたかね。もう一回いきますよ。ほらこういう感じです。もう飛び出した時にフライホイールと噛み合うといった感じになっております。よし、分解は成功です。分解掃除成功。すごい調子よく回ってくれてるんで、このぐらいだったら多分ねちょっと知識ある方だったらやれると思うんで、ご自分でね中古のセルモーター買ってやってみるもよし、リビルトのセルモーター買ってね手軽に済ませるもよしで、この部品とかはセルモーターねトラスト規格のオークションとかも、外したやつ皆さんに提供できるような程度のやつは出してますし、あとはねさっき言った通り業販、主に業者の方でリビルトのコアがすぐ必要とか、自分のところにコアがないからリビルトで作れない頼めないっていう方もトラスト規格に声かけていただければ用意できますので、よろしければLINE の方とかでもね問い合わせいただければと思います。では分解掃除編はこの辺で終了。次はいよいよ車に取り付けたいと思います。取り外しもしないといけないですね。取り外し取り付け編次回続きますので、そちらもよろしければご視聴よろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。ありがとうございます。